ドラレコや空気清浄機用に、ヒューズボックスから取ってくる専用電源、カーライフに必須なシガーソケット増設、どの車種でも実装できるよう説明するから、今更すぎるけど動画で紹介させてくれ。安心と信頼の 3M。ヒューズ電源は A 門製、チカチカ邪魔なので、気が向いたら分解して LED 壊します。それ絶対やらんやつ。というわけでまず、ヒューズボックスを探してください。車種名でググったら一発だと思います。どこのヒューズが ACC と常時電源か、書いてあったら一発だが、もしなかったら、地道に検電テスターで探すんだぜ。使うのはこれです。どのホームセンターでも売ってそうな、ヒューズから電源取るだけのシガーソケット。これを向きにだけ注意しつつ、ACC のところに挿せば OK。抜直の常時電源も同様ですな。要注意なのが、このヒューズ電源、別でアースが必要だということです。クワガタ端子なので、私は指で先端をあちこちに当てて、アースダウジングをしました。適当なボルトを緩めて、挟んで締め直すだけ。一応マイナス外し推奨だぜ。まあアースっぽいボルトくらい、届くところにあるだろ。トレードオフというか、コードが引っかかって、ヒューズボックスの蓋が閉まらなくなりました。蓋に穴を開けるか、別の方法で ACC 取るか。投稿主は放置するが、雑な伝送品いじりは、車両火災に直結することに要注意だぜ。というわけであとは、適当な分岐ソケットを挿して、適当に戻すだけです。2口にするタイプが一般的ですが、後で拡張したり、タコ足配線するのもだるいし、私は3から4口あるものをおすすめします。ドラレコ、空気清浄機、後付けサイドビューカメラ、スマホホルダーの充電や旅動画用カメラへの配線。先のことまで考えると、余裕がある方が好ましいな。このタイミングで、マグセーフ対応のスマホホルダーを付けることにしました。結果から言うとかなりおすすめだったので、概要欄にリンクを貼っておきます。今日取り付けなので、数ヶ月後の耐久性は未確認。あとはもう、適当に戻せばおしまいですよ。あんまり適当に押し込むのはリスクあるけど、どこまでこだわるかは個人の自由で。この LED 消せないのかよ。もう少し考えて選ぶべきだったな。おまけ、このダンパーのせいで、グローブボックスが戻せなくなりました。このダンパーなくてもいいんですね。じわーって動かなくなるだけで。ここの開け閉めは多そうだし、近々エアコンフィルターも変えるから、もうダンパーいらねえな。いや草。こうして散らかる、というか撮影外で、適当に内装を戻してましたわ。スマホホルダーは、右に寄せすぎると警告灯を邪魔するし、下すぎるとカーナビの邪魔。高さ調整が自由なモデル、ほぼないんで移設しました。カメラ用リモコンと並んで、遠すぎず近すぎずな、いいところに来ました。かなり強固に吹き出し口に挟むタイプと、かなり強固にひっつく両面テープ。コスパ最強の構成だな。ちなみに iPhone 14 Pro は、返品してしまいました。GoPro の11でも買いたそうかな。このようにアームが伸ばせるので、位置調整機能が最高。iPhone 13 Pro よ。また世話になるな。はい、車内が相変わらず散らかり気味ですが、テスラが欲しくてたまらないですが、このプリウスにはまだまだ世話になりそうです。ご視聴ありがとうございました。